自分がいろんなものに興味があるっていうことを実行している理由はやっぱりその、時間を有限だっていうこととすごくこう密接に関係してて、であれば、いつかどうせ死ぬならやっぱもう多分ポイントって後悔ない人生を生きるかどうかだと思ってるんですね。チャレンジすることが、ちょっとこう大人になってやることじゃない、っていう偏見がいつの間にか身についてしまって、与えられたことを一つだけに絞って成果を高めることに集中しなさいという、いわゆる会社の奴隷、これに対して全否定するつもりは一切ないんですよ。これの方がパフォーマンスが高まるっていう考え方はできるし、事実として。でも一方で別にそれが人生として自分の生きたい道じゃないっていう人もたくさんいるのも事実で、僕はそうじゃない人生を歩んでるだけの話なんで、否定されることもあるし、確かにじゃあパフォーマンスが取捨選択うまくできなかった時にはパフォーマンスがうまく出なかったりすることもあります。でもさっき言ったもともとの密接な関係がそこの時間との概念なんで、どう言われようと関係ない。自分の目で自分の息子ぐらいの子供が物乞いしてるのを見て、で背中には自分の弟か妹を背負ってるのを見て、ありえないなっていうところ、ありえない景色を目の当たりにしたところからこう少なくとも自分の親を幸せにしたいと思って、サッカーで夢を見たわけですよ。夢を目指したわけですよね、大きな目標に向かって。それは僕の家族が最初幸せであればよかったわけです。子供ながらに、そんな時に他人を幸せにするのは思ったことないですよ、子供ながらに。でも大きくなって感情もどんどんこう体験とともに豊かになり、人生とは何かを考えるようになり、赤の他人がこんな人もおればこんな人もいるっていうことを日本だけじゃなくて知ったわけじゃないですか。でそこを僕は見て見ぬふりしたくないと思えたわけですよ。自分の人生を何かって考えた時にね、日本で生涯を過ごす人もたくさん日本人にはいるわけじゃないですか。それも人生だし、で今言ったように根本は時間と軸との関係で僕は意思決定をしてるので、悔いを残したくないと思ってるわけですよ。でたまたまサッカーをしてたおかげで今いろんなものを見れたと、日本人のほとんどの人が見れてないものを自分は目の当たりにしてきたと。で僕なりにそれでも日本が好きで日本だけで生涯過ごすというのも選択肢でしょうけど、僕が今選んでる道はそうじゃない世界の例えば子供ですよね。僕はそこにすごく感情移入もするんですけど、まだまだ自分の夢を追えるような環境にない子供が世界にたくさんいるわけですよ。そこを切れるか切れないかといったら切れなかったわけですよ。で僕はそこのためにも自分のエネルギーが余分な範囲は全部そこに投入していこうと思ったんですよね。だからそれが僕の後悔しない生き方の今一つなんですよ。それがカンボジアで監督してる理由もそうだし、エンジェル投資した理由もそうだし、世界中に今サッカースクールを広げていってる理由もそうなんですよね。で今後今自分が立ち上げてるビジネスで成功するっていうのはもちろんお金を手にすることもそうだし、そういう社会的な影響力を増すこともそうだし、全部つながってる感じですね。なるほど。なんかどうなりたいか像は常に持ってる気がしますけどね。なんかやっぱそういうでもどうなりたいか像を僕に与えてくれたものは2つで、1つは父親、これはいろんな成功モデルを、成功人物を、偉人をストーリー付きで子供の僕に説明してくれてます。なるほど、読み聞かせとかで。
でいわゆるみんなかっこよかったわけです、まあ、これ一つですね、で2つ目は僕は思ってるのは日本の漫画なんです。例えば漫画大好きなんですけど、いや漫画にはスーパースターがたくさん出てくる。そうですね、はい、ヒーローがキャプツバからそうですけど、いやキャプツバもそうですけど、僕からしたら悟空とかね、もう世界で救ってるわけですよ。てか地球を救ってるんでみたいなところがたくさんいるわけじゃないですか、でそれに始まりいろんな漫画僕好きなんですけど、どうなりたいかを想像する環境は日本は持ってこいだと思うんですよね。もう最高のスターたちがいるんで、でそれをただの漫画と捉えるか、まあ漫画のものもあるしカメハメは打てないけど、でも人格ですよね、例えば孫悟空っていう人格があれをどうかっこいいと結びつけるのかとか、でベジータも一方でいるわけですよ、じゃあどうなりたいねんっていうところじゃないですか。そういうのは常に、まあ、自分が悔いなく生きるために将来自分がどうなりたいかっていうのはアップデートし続けるように心がけてます。なるほど。まず根本的な考え方として決めたいのかどうかっていうことは、大事です、決めないことで人生が楽しいなら、それもありだと思うんですよ、それはまず言っておきたいですよね、決めないといけないとは思ってないです、だから悲観的に物事を捉える必要は一切ないので、で今何かがないとか決めれないっていうのはまあ時代の一つだと思うんで、その人たちのその若者のせいじゃないと思うんですよね、社会がそうさせてると思うので、それをじゃあまたポジティブに思うとか、だからこそ救世主が出てくる可能性もあって、そこからひょんなことから、そんなふうになんかストーリー付けていったらいいんじゃないかなと思うんですけどね。リスクに対しての考え方を変えないことには多分根本的な解決にはならないだと思うんですね。考え方を変える上で、そのマクロな視点で見た時に、やっぱり結局人死ぬっていうところに行き着くと思っていて、でどうせ人は忘れ去られるし、人が死んでもなかったことになっていくんですよね、でそんなもんなんですよ、自分っていうのがちっぽけだって思ってるんですよ、もうベースに、だから何やってもそんなどんだけすごいことやろうと思っても大したことない1ページも作れるかわからないんですよね、社会的なものの大枠で見た時に、だからそう思えると今考えてるリスクがちょっとこう相対的にちっちゃく緩和される、縮小されるんじゃないかなと思ってて、その相対的に小さく見えれば、じゃあやってみようかなって思える日が近い将来来るんじゃないかなとは思うんで、僕はマクロで見てほしいなと思ってるんですよね。一応グループのミッションとして世界中の人が僕の場合は子供から始まりましたけど、貧しい国のね、でももちろんそこには大人の人も夢を終えて何らかの理由で、目先の生活に追われて、自分のやりたいことができてない人だってたくさんいると思うんですけど、究極系はやっぱり生活に追われることなく、もしくはやりたいことが仕事になっているとか、夢を追える環境が死ぬまで続くっていうのが、僕人の究極の幸せじゃないかなと思っていて、要は最も悔いが残らない可能性が高い生き方がやりたいこと、すなわち夢を追い続けることなんじゃないかなと思ってるんで、一応グループのミッションでは世界中の人が夢を追い続けられる環境を作るっていうふうに、ミッションを持ってるんですね、でもその方法であれば何をやってもいいっていうのが僕らのグループなんで、なるほど、そのためには人を集まれと、俺らのとこ会社来て事業立ち上げろみたいなとこあるんで、まあこれは真面目に答えると、めっちゃ簡単で、超える必要がないっていう、自分の人生さっき言ったようにやっぱり楽しく自分らしく生きるべきだと思ってるし、超えたければ超えてもいいんですけど、そうするといろいろ比較し続けることになるので、それはそれで面白いと思うんですよ。比較僕も結構好きなんで、超えようとするタイプなんです、誰かを。
でそれは僕も勝負好きで競争好きなんでそういうことをあえてやって、自分を毎日奮い立たせてるんですけど、そういう生き方は当然疲弊もする時もあるし、向いてない人もいると思うんで、で大半の人は向いてないと思います、はい、だと思います。なのでまず真面目に答えると僕を超えようと思う必要がない、自分のミッションを持つんです、悔いのないであろう、